車外ハンドルにバーハンカ、ライト周りは LED にしてるし、リアサスとスイッチボックスに至っては CB50 の流用だと。車外パーツてんこ盛りお得やーってことで、多分素人学生がカスタムした株をヤフオクでまた買ってきました。43,000円で落札したんだけど、ついてる車外パーツだけで3万円近いので、実質車両は1万円ぐらいと、43,000円ならお買い得ではあるんです。お買い得では。ただね、詳しく、いや軽くこの車両を見ただけで、こりゃやらかした状態に。だから前回はドナー車両として簡単に使えそうなパーツは流用したんですが、いよいよ邪魔になってきたというか、納屋にこれ以上バイクを置く場所がないんで、売れるように再カスタムして手っ取り早く売っ払いたいんですが、売れるようにするには相当な作業量が待ち構えてる。はっきり言って気が重い。もしヤフオクで競り合った人がいたら、ざまーって思うなりなんなりして楽しんでください。私は泣きながら作業しますんで。やっぱ素人カスタムとか明らかに地雷っぽいのは手を出さない方がいいね。これ教訓なんだけど生かされてはない。あと iPhone の超広角、画質が終わってる。撮影してる時にはわからないようにして、編集の時に気づく仕様とか罠すぎるやろ。そしたら再カスタムする前に一通り見てみましょう。今回のやらかし車両。このグレーの塗装、パッと見でもあれですが、さすが学生素人、刷毛塗りです。塗装の中に毛が残ってるし、すぐお隣は塗料が垂れてます。もっとひどいところは、見えにくいから塗りにくいってことで、垂れた後に刷毛の跡。サイドカバーも凹凸というかなんというか、あと他のタンクとかその辺もお察しレベルの塗装です。せめてスプレー缶で塗ってくれ。フロント側の塗装も似たようなもんなんですが、このへこみを見てゾッとしました。厚塗りがすごい。かと思えば薄くて錆びてるとこもある。つまり塗装に段差ができてるんで、綺麗に塗り直すなら全部剥がなければいけない。控えめに言っても作業量がやばすぎます。これまでとは別の方法を考えなきゃ紙やすりでは磨いてられん。ここのプラスチックキャップの白は初めて見たんだけど、塗装してるようには見えないんで売ってるんだとは思います。珍しい。もう毛の方はスルーしましょう。そして案の定、下地処理を全くしてないから塗装の下からサビが浮き出てきて膨らんでます。爪で引っ掛けるだけで剥がれそう。そしてリアフェンダー、切ってるのはいいんだけど穴開けすぎね。後処理もしてないから錆びてるし、横も純正ウインカーをつけたのか知らないけど跡もすごいし穴がやばい。これは塞ぐの大変やぞ。フェンダーカットの後処理はパテ盛りしてるようだし綺麗にはしてますね。ちょっと内側が錆びてるけど、奥に配線が見えるんだけど、あそこにも穴を開けたか広げたっぽいですね。便利そうに見えて実は不便なんだよね。氷につけると作業しづらいんで。見えないところも全部塗ろうよ。サイドカバーの奥もそうだし、フレームもね、手抜きをするとパーツを外した時なんか恥ずかしい。といった感じで刷毛で塗装しちゃってるもんだからいろいろ終わってるんだけど、この状態から上塗りすると塗装が縮んだりして割れちゃうし、厚塗り薄塗りの段差があると角度によっては汚く見えるんで、どうにかして剥ぎます。錆も隠れてるだろうし、紙やすりじゃ作業量やばいんで、剥離剤かブラストを試してみるか。そして次の色は明るくしましょう。株業界で話題になったのかは知らないけど、中尾さんの株の色を真似たのが多い。あれはグレーじゃなくてガーメタなんで、安い塗料じゃ似た色は出せませんよ。レックシールドを見ていくんだけど、なかなかです。ここの角、ステム周りが当たるわけじゃないんで、何のためにあるかはわかんないけど、後処理してないんで汚い。というより、ここまで綺麗に切る技術があるんだったら、後処理できただろうに。周りにつけてるエッジガードでもつければとは思うんですけどね。ここの穴はロゴを外した時の穴かな。このウインカーはいただけないな。対向車からは見やすいかもしれないけど、裏側がこれだとね、配線も無造作にあるし、繋がってないけどね。今回は使う予定ないけど、レックシールドにしろ何にしろ、穴を開けすぎると気分が変わって違うカスタムをするときに使えないから、おすすめはしません。レックシールドがある株にあの四角のでっかいヘッドライトは似合わないやろ。黒のレックシールドの株には合いそうってことで、ヘッドライトは前回の株に流用したんですが、悪くはなかった。やっぱり色とのバランスですね。
この気持ち程度のフロントフェンダー。いや、わからんでもないけど、かっこ悪い。走行距離が24000。そんなに走ってるようには思えんけどね。そうなんです。実はこの株、程度が悪いように見えて、全然走った形跡がないんで、多分だけど、カスタムしてから1000キロも走ってないんじゃないかと。タイヤも左右の毛が残ってるし、中央にもゴムの型が残ってます。ゴムも硬くなってないし、ほぼ新品かな。このタイヤの毛を見る限り、左曲がりは得意だけど、右曲がりはかなり苦手みたいな感じかな。後輪も同様に真新しくて、メーター通りの走行距離にしては、ヘッドライトもウインカーもレンズが綺麗だし、タイヤハウスも綺麗なんで、色を塗るときに綺麗にしてから走ってなさそう。なんでおそらくメーターは中古だと思います。2万キロ使ったシートには見えないけどな。この辺からのホコリやし。吸盤も別に悪くなってないしな。2万キロ。ハンドル周りのミラー。下についててまあおしゃれではあるけど、ここの固定用のナットはミラー側にあるのが普通なんで逆です。ちなみに外そうとミラーを回したらボディに当たって外せませんでした。スイッチボックスは CB50 のを流用してて使いやすそうではあるけど、この配線の通し方というか出し方はダメでしょう。明らかに後から開けたっていうのがわかるし、CB50 っていうせっかくのスイッチボックスが台無しになってます。なぜ前に開けたんだ。そしてこっち側もなぜここに穴を開けたんだ。配線の色も見えるし、ビニールテープってのもいただけない。せめて下に穴を開ければよかったのに。もう価値のなくなったスイッチボックスなんで、ここのクラッチレバーのホルダーは切り落とします。ハブには必要ないし、残しておくのもかっこ悪いんでね。リアサスも CB50 のを使ってるらしいがこれ逆じゃね？逆ですね。溝がある方を内側にするのが普通です。長さも 360mm と純正より 30mm 長いんで、フェンダーとの隙間が広すぎてかっこ悪い。フェンダーカットをしたなら隙間は小さい方が無難です。リアサスで車高を高くしてるせいで、センタースタンドがストッパーに当たらずにチェーンカバーに当たってます。だからこんなに変形しちゃってるんですが、車高を高くしたせいでサイドスタンド使いづらかったんでしょうね。マフラーも社外品です。放置してたんでホコリかぶってるけどかなり綺麗。ただこっち側でレッグシールドを焼いてるのと取り付けが針金っていうのは斬新。エアクリはデイトナに変わってます。マフラーも変えてるし、給排気は良さげ。あとここのアクセルシャフトの留め具が割りピン付きになってます。排ガス規制前の一部のカブがそうだったような気もするけど覚えてない。リアブレーキのアジャストナットが結構前にあるんで、ブレーキシューが減ってるような気もするけど、これまでの感じからここの組み付けを間違えてるようにも思えるから、ブレーキシューの残量は開けてみないとわからないですね。それとここのアジャスターなんですが、こんな形でしたっけ？切り欠きを確認したところ、やっぱり逆でした。おかしいなーって気づいたら戻せばいいのに。こうなってくるとブレーキシューもたんまり残ってそう。これで毎回どうやって鍵を回していたのか。キーシリンダーが固定されてません。穴のサイズは合ってるけど、切り欠きを作ってないでくるくる回ります。大ヤスリで削って作ればいいんだけど、まあしゃあない。オイル漏れもありますね。このシールなんだろうね。ちょっと剥いでみるか。それよりもハケの跡がすげえ気になる。